夏の兄弟はついに認めた。カメラが遠くに行くと、それはすべてフリッカーの監視下にあった。ベラからスタート。主人公の行動はすべてエーダの息子に知られている。何もできないようだ。しかし、真の監視者は別の人です。この背後にいるのは誰なのか。多くの人は最初は賢者だと思う。ネメシスは賢者の重要な駒だからです。しかし本当にコントロールしているのは私たちがよく知っている人です。ヘイガード第9地区執行役員エヴァンス。それはすべて特別な会議から始まります。パロティがした。こんな路線がある。パロッティのエヴァンス訪問の思い出。エヴァンスの目的については、グレーゾーンの口実を使って新しい幻の塔を認可。最新の記事ではハイデカーを知っています。存在する2つの派閥。元能支持のハラノー派と反対の保守派。両陣営は大変動以来微妙なバランスを保っている。双方の合意は既存のタワーを維持することです。新規原子炉の認可はない。しかしエヴァンスはバランスを崩し続けました。ついにチャンスが来た。それは9つの地域の危機です。9つの地域は時間の技術を維持するためにエネルギーに頼る必要がある。暗黒の侵略を防ぐ。だからこそ可能性は不可欠です。嵐と甘露が天文を通ってベラに向かうのも元能のため。鉱山が解決策だと思いました。しかし主人公がベラに助けを求めると、しかし拒絶された。幻灯を立てることもできます。この時から9人はエヴァンスの計算に入った。リンヤ的中。ハラノー派と保守派もいる。しかも幻灯が強要できなかったのも両軍闘争のせいだ。それで我々は一つのことが分かった。なぜ浮石鉱山は本来の能力なのにそれを認めないのか。研究のためではない。銀岩研究所の研究対象は元能。付帯鉱石と比較すれば両者は同じであることが分かります。発見されなかった。これは保守派を避ける口実だからです。浮遊鉱床の中に元能があることを認めない限り、保守派は反対できない。しかし9つの領域の出現、浮遊鉱床のエネルギーとドメインエネルギーは原エネルギーである。もう隠すことのできないことだ。だから元能派はベラの発展のためにもっと急進的になる必要がある。使用できる安全性を証明する。最高の実験場所は9つです。9つの魔法の塔が成功するまで、ネビルも元灯を再起動できます。9人を助けている。9つの実験も行っています。ハラノー派が保守派をするカードになる。ここまで言うととんでもない感じがする。ゲームに入ってから、私たちが触れるアイデアのほとんどはエネルギーを受け入れています。第9地区執行役員エヴァンス。第7地区の執行役員もそうでした。そのためにも、何の問題も見つからなかった。ベラからアシャーへの浮石鉱山の提供を拒否したブラビを派遣した。すべては順路です。しかしエヴァンスがパロッティを訪問したとき、これはすべて準備ができている。浮石鉱石のエネルギーとドメインエネルギーが原エネルギーであることを知る。この局を設置した。リンも参加している。これは説明するのも簡単だ。保守派は震源相当の建設に同意しない。それを可能にするのは必然的に実力派です。レイアウトという。しかしこれは陰謀ではなく陰謀である。9人はこの計算を知っている。9人が必要です。エヴァンスのレイアウトを知った後、もう一つのことも手がかりを見つけることができる。誰が主人公を監視しているのか？ゲームで最も直感的に感じたのはレイダの息子です。御社の天使たち。まるで私たちの行動が監視下にあるかのように。しかしそうではない。エーダの息子が私たちを監視する方法は2つあります。1つ目は人の追跡です。ビラに着いた後はいつも尾行されている。2つのソース。1つはベラにはアイダの息子がいること。もう1人はアッシャーから来た。最初のものなら、エーダの息子がベラに根を下ろしただけではないことを説明する。2、発見されずに完全に監視できます。出動しなければならない人員は確かに多い。無秩序な深淵作戦のようなものは極秘です。たくさんの情報を得られます。内部浸透も不可欠です。しかしベラではそのような情報はほとんどありませんでした。アシャがついてきたら、最初の送信は問題です。次に発見されません。私たちを追って危険な場所に。監視員の手はちょっと怖い。ベラが追跡できる場合。9位は予想外。エーダの子は9域にも人が潜んでいるんでしょ？追跡は現実的ではない。もう一つの方法はサリーです。ほとんどの人はエーダの息子がサリーに手を振ったと思う。私も最初はそう思った。サリーの体は何度も検査された。幻灯決戦の後、サリーは第9地区クライエルに配属された。ヒリがチェック。しかし異常はなかった。サリーは受動的ではない。アイダの息子の技術は素晴らしいです。これらの検査技術では検出できない。しかしこの時点でサリーは昏睡状態にあります。監視はまだ機能していますか？サリーはモービー島に引っ越したばかり。天使はすぐに現れた。監視はまだ存在する。
しかし、そのためにも、エーダの息子の本当の監視方法を発見した。賢者はいつも矢野を通して我々を監視していた。矢野はハイガードを通して監視していた。だから私たちを監視しているのはハイガードです。ヘイガードはサリーを心配していた。保護者として同行する。同時に記憶をバックアップしました。しかし今は、彼らは私たちにとても興味がある。すべての動きはハイガードに報告された。ヘクターがニュースを得るまで、エーダの息子が私たちのことを知ったように、賢者でさえ情報を得る。海底決戦の例。それ自体が突発的な状況です。助けを求めた後、天使はすぐに行動を起こした。ハイガルドには高位の内部キアノがいるからだ。私たちは彼女の視線で彼女の能力を見ました。より高い権限を容易に得ることができる。もし彼女がメッセージを送っていたら、それは全ての話です。しかし、海底決戦の後に新たな疑問が生じた。エヴァンスは彼女が潜入捜査官だと知った？演劇の中で、矢野は潜入捜査官だ誰も知らない。愛称はブラウ。彼女は矢野と一緒に物語を作った。魔王騎士勇者を使って彼らの関係をほのめかす。矢野の偽装は完璧ではなかった。少なくとも海底決戦では穴が開いていた。最初の状況をもう一度やり直しましょう。主人公とフィオナたちは海底火山に向かう。そして大量のアビーを発見しました。急いで外に助けを求める。そして海底に怒りを下ろしました。ヘクターはそのニュースを知った。アイダの息子も知っていた。賢者はネメシスを守る。恩赦の天使を送る。しかし、エーダの息子はすぐに戦場に行きたい。海底の座標が必要です。ヘクターの助けが必要です。第9地区の執行官エヴァンスに連絡してください。この時点で面白いです。想像してみましょう。エヴァンスはその知らせを受けて支援者を心配している。突然、エーダの息子から手紙が届きました。人類の未来のために、灰の侵入に抵抗する。もしあなたがエヴァンスなら、いきなりこんなニュースが届いた。疑いはありませんか？エーダの息子はベラを監視できる。グレーゾーンの問題はすでに知られています。なぜこの時点で協力するのでしょうか？エーダの息子はネメシスが危険にさらされていることを知った。どうしてわかるのか？一つ目は監視です。先ほど分析したように。二番目は鬼。高度な権限を持つ鬼。ベラの情報にアクセスできる鬼。そんな人は多くない。除外法で十分です。視線で矢野が資料を盗んだことを知った後、彼は指名手配を始めなかった。矢野を信頼していた。理由があるかもしれません。だから矢野は彼にとって特別な存在だ。そこで問題は、エヴァンスが矢野を知っていれば、なぜ彼女を使うのか。これはワイナリーの話です。名探偵コナンには謎の組織が存在する。半数以上が潜入捜査官。この組織が素晴らしいことは否定できません。彼らといくつかの増票を集める。潜入捜査は強力な戦いになります。結局エヴァンスはいない。メインラインは明確です。本部ではエヴァンスとパロッティだけが信頼できる。エヴァンスは本部では喜ばなかった。彼はパロッティと一緒にプレーする必要はなかった。矢野はエーダの息子をつなぐ橋のように、時にはアイダの息子に何かをする必要がある。サリーはモービー島に到着したばかりです。アイダの息子が現れた。これでまた新たな問題が生じた。ジャノはエヴァンスが潜入捜査官だと知ってる？実はこの中の関係は複雑です。疑いはあるが証拠はない。ジャノは潜入捜査官だと疑う。矢野はエヴァンスが潜入捜査官だと疑う。両者は互いに利用し合う。実質的な利益相反がない場合、使用するだけです。まだその言葉。エヴァンスは誰も。しかし、それはまだ低レベルのゲームです。エヴァンスは賢者が何をするかを見たかった。ベラの一行。サリーの動きを見ていた。この間、エーダの息子はいなかった。サリーが危険にさらされるまで。恩赦天使のクロスタイムサポート。これもまた、賢者には陰謀がある。賢者の目的はどこにあるのか。ゲームで言及する必要があります。周りがつかない建物の幻灯。賢者の目的が何であれ。幻灯とは関係ない。ヴィラは保守派の影響で幻の塔を再開できない。しかし、新たな時空給領域が発見された。これが新しいゲームポイントになります。賢者の目的はネメシスをグリッドに近づけること。エヴァンスの目的は新しい幻想塔で保守派を説得することだった。しかし、二人は少し似ている。永遠の命を求める人々。何か燃えている感じ？急いでください。3人目のチェスマン。これがネイビスです。サリーが目覚めると、彼女は眠っていた。突然ネットに侵入した。みんなを不意に撃った。賢者の計画は頓挫。エヴァンスの計画も影響を受けた。ゲソトスの沈黙。サリーの駒も浮上した。ヘイガード本部はエーダの息子がネメシスを利用していることに気づく。ゲソトス事件にも関与し始める。どんなに幻想島の状況でも、古い狐の目的を知っている。永遠の追求です。正義を主張するハイガード。愛称はエーダの息子。
全員が共通の目標を持っている。それが永遠の命。陰謀に関連するもの。皆これとは無縁ではない。ヘガルド元能派と保守派が暴露されると、勢力闘争が一気に激しくなった。同じく元能に反対。保守派とエーダの息子は個人的に交流するのか？同じく元能派。エヴァンズ中黒パロッティと不死を求める老狐たちの違いは？派閥間の争いだけでは。新しいレベルに魔法の塔を置く。4.0で10です。今期はこれで終わりです。風に注目して違う幻の塔を体験します。